ちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、たらこパスタを作りました。今日のたらこパスタはですね、たらことあるものを加えました。YouTube の動画を参考にさせていただきました。ありがとうございます。じゃあ、作り方いきたいと思います。まずはニンニクの皮を剥いて潰します。たらこの皮を取り除きます。お塩をたっぷり入れたお湯を沸かしてスパゲッティを茹でます。今日は1キロ使います。スパゲッティを茹でてる間にフライパンでソースを作ります。フライパンにオリーブ油をたっぷり入れて、さっきの砕いたニンニクをオリーブオイルで炒めます。ニンニクの香りが出たら鷹の爪を加えます。最近辛いのが好きな表面でセミが遊んでって入れています。セミバターを加えてバターも溶かします。輪切りの唐辛子も加えておきます。茹でたパスタをこの中に入れます。そして和えます。ここにマスカルポーネチーズ、皮を取り除いたたらこ、混ぜ合わせます。お皿にスパゲッティを盛ったら最後イタリアンパセリをのせます。じゃーん、完成です。めっちゃ美味しそう。いただきます。たらこクリームパスタ大好き。美味しそう。なんかたらこパスタとペペロンチーノがちょっと混ざったみたいな感じで、ちょっと唐辛子の風味がしてすっごい美味しいです。マスカルポーネチーズが入ってるからこってりした感じで美味しい。イタリアンパスタが爽やか。イタリアンパセリだね。イタリアンパセリ。マジで超絶美味しい。ほんとイタリアンパセリってあんま食べたことなかったけどすごい美味しい。今年の夏ってマジ暑くないですか？毎年こんなに暑かったっけって言ってもここ最近もう1ヶ月以上家の外に出てないんですけどね。でも家の中にあってももうマジで暑いからすごくない？ 37.5 度とかでしょ東京で。太陽より高いってすごいよね。もう日本やばいわ。灼熱地獄だ。パスタってほんと出来たてが美味しいよね。なんかさ、ウーバーイーツとかでもさ、美味しいお店のさ、パスタをさ、出前してもさ、美味しいけどお店で食べた方が絶対美味しいもんね。オリーブ油で揚がったニンニクめっちゃうまい。香ばしい。みんな知ってましたか？ニンニクって桃より糖度が高いんですよ。私は最近インターネットで見てびっくりしました。
ここちょっとたらこが固まってる。ここめっちゃうまいたらこ。いや、たらこも明太子も美味しいよね。大好き。全然関係ないんやけどさ、私最近知ったお話でからさ、ドラえもんってさ、ちょっと足が地面からちょっと浮いとるんよ。でね、それは私も前から知っとったんよ。なんかドラえもんの豆知識みたいな感じで。で、なんでかって言ったら、なんかドラえもんが第1回放送された時に、テレビでね、ドラえもんってさ、靴履いてないじゃん。でさ、裸足のままさ、外歩いとるやん。で、お家に入ってもまた裸足のままやん。でスリッパとかも履かんで。だから、家の中を土足みたいな状態で歩くのは良くないっていう視聴者さんからの注意があって、それで苦肉の策で、ちょっとドラえもんの足が浮いとるっていう設定をつけたんだって。まあ、全然関係ないんですけどね。で、これってね、クオーラっていうアプリでね、見たやつなんよ。私さ、最近クオーラっていうそのアプリをさ、めっちゃ見るんやけど、なんか聞きたいことを言ったら、いろんな人が答えてくれるアプリになるんよね。なんで撮ったのかわからんのやけど、なんか気づいたらあってアプリが。気づいたらあったってことは多分ないんやろうけど、多分私が自分で撮ったんやろうけど、最近めっちゃそのクオーラを見とるっちゃ。でさ、猫の記事をさ、めっちゃ見るから、なんか猫の記事がすごい出てくる。もう毎回なんか泣いてしまう記事がめっちゃいっぱいあって、猫とか動物とかがね、あとなんか人間の話も感動する話めっちゃあるんやけど、めっちゃ見てしまう。一回きっと記事を開いたら関連した記事がいっぱい出てくるんやろうね。だけどさ、猫の記事とさ、なんかうつ病に関する記事がすごいいっぱい出るっちゃね、私。めっちゃ見てしまうけ。でもすごい勉強になる。食べ物のやつも結構出るかも。じゃん。私最近辛いのがさ、マジで好きなんよね。前もね、まあ辛いの好きは好きだったんやけど、最近辛いのにまた強くなった気がする。すごい激辛のやつでも、激辛のお店とかでも、唐辛子がない。じゃん、ストックがあります。激辛のお店とかでも結構辛いメニューを頼んだりする。昔だったら絶対食べれんかったらやろうみたいなやつでもすごい好んで食べてしまうっちゃ。やったー。もう嫌だ。これもうそのままかけよう。しししし。この七味の小瓶に入れるときいつもさこぼしてしまう。大きい瓶に変えよう。おいしい。でもちょっと冷えてきたけど麺がくっついてきた。オリーブ油追加しよう。エキストラバージンオリーブオイルの味をダイレクトに感じる。辛いのとさ、この油の相性がさ、すごいいいよね。辛さをちょっとマイルドにしてくれて、しかも旨味も引き出してくれる。またクオーラの話に戻るけどさ、本当にさ、猫を愛しとる人がさ、いっぱいおるんよ。記事を書いてる人の中には。微笑ましいっちゃね、めっちゃ。私も保護猫の活動がしたい。でも私東京来たから野良猫全然見らん。たまーに見るけど、なんか耳にさ桜のさ手込みがあってさ、近所の人がご飯あげてそうな感じの猫がごくたまーに、すごい毛並みのいい猫しか見たことない。
私は子供の頃は地元めっちゃいっぱいおったんやけどね。東京だからおらんのかな。かわいそうな猫がおらんことはすごくいいことなんやけどね。でも私の見てないところにはいっぱいおるんかなと思ったら、なんとか助けてあげたい。さ、なんかもう汗かいてさ、ちょっと顔がベタベタするじゃん。うちさ、猫が3匹おるからさ、みんなの毛がさ、掃除しても舞っとるよね。ついとる感じがしてすごいかゆいっちゃ。鶏を味変にします。和風になった。納豆のせようか。納豆もすごいハマっとるじゃん。納豆ってあれなんであんなに美味しいかね。納豆と生卵ってさ、合わせたらさ、納豆の栄養を吸収するのにちょっと阻害する成分がさ、白身に入っとるとかいうのを見たことあるんやけどさ、情報。納豆と卵を混ぜたさ、納豆卵かけご飯マジうまいよね。海苔も美味しい。海苔の風味いいね。でもご飯っていうのは栄養を取ることも大事だけど、やっぱり美味しいから食べますよね。なので私は卵と納豆を一緒に食べ続けます。七味の次は黒胡椒。そう、最近ってさ、絶対さ、10年前20年前よりさ、気温高いよね。子供がかわいそう。ラジオ体操って今もあるんかな。でもラジオ体操の時間はまだ涼しいんかな。外で遊びたくてもね、倒れんように気をつけんといけんもんね。じゃーん、私はいつもおかめ納豆の小粒です。納豆マスターの私はいつも自分がどうやって納豆を食べてるかを伝えたいと思います。まずこの袋はこれをこうしてピッて取ります。そしたら納豆ついとった。うまくいけばね、フィルムに納豆がね掴んで食べれるんよね。で、皆さん納豆はですね、この混ぜる時に先にタレを入れるとあんまりネバネバが出ないんですって。ちょっとあんまり私わかんないんですけど、そうやってネットに書いてました。でですね、最近知ったんですけど、じゃん、お酢を入れると納豆がねむっちゃ泡立って美味しいらしい。混ぜます。怖い怖い。この発泡スチロールのやつをフォークで混ぜたらいけんかった。鼻むっちゃ開きよるんやけど。そしてタレも加えますね。でも納豆って何トッピングしても美味しいけど、やっぱり一番ご飯が美味しい。納豆ご飯ほんと好きで、ここでですね、お酢を入れます。混ぜるとふわふわの納豆になると。ほら見て、むっちゃ美味しそうじゃない？泡。これを加えます。わーい、納豆たらこパスタ。そんなにね、お酢の味もせんの。いやー、納豆のネバネバが絡んでむっちゃうまい。わー、揚げにんにくともすごい合うわ、納豆。で、納豆って
さ、マジなんであんな何にでも合うんかね。カレーに入れてもさ美味しいしさ、とりあえず納豆かけとけば美味しいよね。うまみの塊やもんね。最後の一口です。完食です。ごちそうさまでした。マスカルポーネチーズが入ったたらこパスタめっちゃ美味しかったです。明太子パスタも美味しいけどさ、たらこパスタも美味しいよね。もうプチプチしとってさ、たらこの風味が最高です。イタリアンパセリがね、ほんと爽やかでね、合ってました。で、とても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイータンのスマイル。バイバーイ。本日の体重です。また増えとる。めっちゃ増えたんじゃない？もしかしたら一番多いかもしれない。54.8 キロです。ほんまにやばい。ロンはじゃん、ここにいる虫を見つけました。メルも見てます。メル虫嫌だね。